婚礼の日、私は数百万で買ったウェディングドレスを着た花嫁が、どうしても古びてボロボロの時計を身につけようと主張する。私はその場で結婚式を取りやめにした。彼女はショックを受けた様子で私を見つめた。たった一つの時計のために式を取りやめるの？私は離婚協議書を取り出し、彼女にサインを求めた。そうだ。その時計のために。周りはみんな私が狂ったと呼んだ。たったそれだけのつまらないもののために10年もの関係を終わらせ、みんなの前で離婚を切り出すなんて信じられないという。父が歩み寄り、私の方を平手打ちした。ひざまずけ、この恥さらしめ。義母は金切り声を上げ、私が傷物のように彼女を返すことで娘の未来を台無しにしたと叫んだ。私は彼女の手首にある針が3時7分で止まった時計を見つめ、笑みを浮かべた。それから秘書に電話をかけた。時だ。すべてを公開しろ。離婚する。第一章。指輪を交換するとき、私はヤスミン・ウォルシュの手を取り、その視線は彼女の手首に落ちた。そこには古びた銀の時計がかけられており、文字盤は年季で黄色く変色し、針は永遠に3時7分で止まっていた。時計を外せ。私は言った。彼女の笑顔がこわばった。彼女は本能的に手を引っ込めた。ジェーデンバーク、やめてよ。みんなが見てる。私は動かなかった。静かに、しかしホール全体に聞こえるくらいの声で繰り返した。時計を外せ。彼女の表情は一瞬で変わった。目に一瞬よぎった慌てそれは今まで見たことのない激しいものだった。どういうこと？この時計が私にとってどんな意味か、あなた知ってるでしょと彼女は言った。知ってる。私は彼女の手を離し、今日よりずっと前から用意していた書類を取り出した。そして、知っているからこそ離婚したい。彼女は呆然と私を見つめ、次に離婚協議書と書かれた書類を見た。体が震えた。ジェーデン、もう一度言って。離婚したいって言った。すべてあの時計のせいだ。私は自分の署名がすでにあるページを開き、彼女の方へ押しやった。観客たちが騒然となった。彼、気でも狂ったの？バーク家の御曹司が古い時計一つで離婚だって？どんな冗談だ？きっと結婚式を盛り上げるためのパフォーマンスに違いない。かわいそうなヤスミン。変人と結婚して自分自身の結婚式で恥をかかされるなんて。彼らのささやきは無数の鋭い針のように彼女の自尊心を貫いた。涙がすぐにあふれた。彼女の目は真っ赤に染まり、唇が震えていたが、一言も発することができなかった。彼女の母、私の現義母となるはずのソフィア・ベーカーが駆け寄り、私の襟を掴んだ。ジェーデン、あなたはどんな男なの？時計一つでみんなの前で彼女に恥をかけるなんて？それは亡くなった友達からの形見なのよ。死人に嫉妬するの？あなた、男と呼ばれる資格なんてない。彼女は拳で私の胸を叩いた。私は返事をしなかった。ただヤスミンを見つめた。10年間一緒だった学生服からウェディングドレスまで。私たちは運命だと思っていた。しかし、ここに立ち、彼女がどれほど必死にあの時計に執着しているかを見て、私は彼女の始まりにさえ関わっていなかったことに気づいた。どうして？すべてたった一つの時計のせい？私たちの10年はあなたにとって何だったの？彼女はついに泣き叫び、書類をぎゅっと握りしめた。私はうなずき、声は冷たく平静だった。ああ。時計のせいだ。私は彼女に促した。サインしろ。これ以上みっともないことになる前に。その言葉は彼女を打ち砕いた。
震えながら彼女は離婚協議書を引き裂いた。いや、ジェイデン。同意しない。離婚したいなら私が死ぬまで待つしかないわ。彼女の目は真っ赤で罠にかかった動物のようだった。私は彼女がヒステリーに陥るのを見つめ、思わず笑みをこぼした。第2章。私は背を向け、スマートフォンを取り出し、秘書のサム・グレンに電話をかけた。サム、すべてを公開しろ。離婚の準備はできている。私の声は冷静で、冷たい満足感に彩られていた。真っ先にステージに駆け上がってきたのは父だった。軍での長い人生は、彼の怒りを抑えることはできなかった。彼は私の方を強く平手打ちした。恩知らずのガキめ。ひざまずけ。今日は一言も言わせない。必要なら生きたまま皮を剥いでやる。頬に痛みが走った。頭が横に振られ、口の端に血の味がした。母が涙を流しながら駆け寄り、私の腕を掴んだ。ジェイデン、どうしたの？話して。あなたとヤスミンは一緒に育ったのよ。私たちはあなたたちの愛が育つのを見守ってきた。たった一つの時計でどうしてこんなことに？その通りだ。父は私を指さして叫んだ。毎日誰が水を持ってきてくれたか忘れたのか？病気の時、3日3晩そばにいてくれたのは誰だ？この娘だ。その彼女を今日、こんな扱いをするのか？お前、両親はないのか？ヤスミンは母の胸で泣き崩れ、悲しみのあまり倒れそうになった。ジェイデン、あなた、この時計が嫌いなのね。今すぐ外すからどうか私を拒絶しないで。彼女は時計のバンドをもてあそり、震える手は、その単純な動作にすべての力を奪われたかのようだった。やめろ。もう遅い。私は冷たく言った。その言葉はどんな平手打ちよりも強く響いた。ヤスミンは凍りつき、信じられないという目で私を見つめた。父の怒りは頂点に達した。彼は私の膝の裏を蹴り、彼女の前にひざまずかせた。謝れ。この野獣め。お前が気に入ろうが気に入るまいが、今日この結婚式は行われる。私は背筋を伸ばし、口を閉ざした。招待客たちの反応は、ショックから憤慨へと変わっていた。このジェイデンは怪物だ。彼女は折れようとしているのに、彼はまだあんなに冷たく非情だ。ウォルシュ家も、こんな家に嫁がせるなんて箱がなかったね。誰かが観客席から言った。クズ。最高峰のクズだ。群衆の中から声が上がった。力ずくではうまくいかないと悟り、父はやり方を変えた。声を柔らかくして言った。ジェイ、お前が道理をわきまえない人間じゃないことはわかっている。何か裏があるんだろ。話してみろ。なんとかなる。ヤスミンを傷つけるな。すべての目が私に注がれ、説明を待っていた。私は笑みを浮かべ、涙に濡れたヤスミンの顔を見つめた。ゆっくりとわざとらしく言った。もう彼女とは一緒にいたくない。飽きたんだ。それもダメなのか？それは油に注いだ水のようなものだった。ホールは騒然となった。ヤスミンは母の肩にも垂れかかり、崩れ落ちた。彼女の体は力なくだらりとし、目から光は完全に消えていた。ジェイデン、私を愛さなくてもいい。でも、こんな風に私を恥ずかしめないで。私たちの10年の愛は、あなたにとって何も意味しなかったの？彼女の声はかすかで、か細く震えていた。非情な子だ。母の表情は苦痛から完全な失望へと変わった。父の拳は固く握られ、血管が浮き出て、もう一撃を加えようと耐えていた。私は彼らを無視した。ゆっくりと立ち上がり、膝のほこりを払った。みんなの前で
私は冷たい無別の眼差しでヤスミンを見下ろし、最後の言葉を投げかけた。法廷で会おう。結婚式は大混乱に陥った。父は公にヤスミンを支持することを発表し、私が引き返さなければバーク家から縁を切ると警告した。翌日、すべてのメディアで見出しが踊った。バーク家の御曹司、時計一つで結婚式をキャンセル。10年の愛が崩壊冷酷なバーク家の御曹司。献身的な女性の心を粉々にといった見出しが拡散し、トレンドの上位を独占した。第3章。誰が結婚式を録画したのかはわからないが、私がヤスミンに対して冷たく軽蔑的な視線を向けている映像はたちまち広まった。数時間のうちに無数のミームに加工された。一夜にして私は世紀の大悪党となった。あるコメントには、古い時計一つで結婚式を取りやめるなんて何様のつもりだ？ただの甘やかされた御曹司のわがままだとあった。別のコメントは、ヤスミンが本当にかわいそう。10年もの青春を無駄にして、公の場で恥をかかされるなんてと。さらに別のコメントは、あの時計は彼女の亡くなった友達の形見らしい。ジェイデンは死人に嫉妬してるの？なんて強量なんだ。彼、男なの？と。ネットコミュニティは私の会社の住所や自宅まで掘り起こした。毎日、人々が私のドアに卵やペンキを投げつけた。バークコーポレーションの株価は一夜で数十億を失った。父は記者会見を開き、私との関係を断ち切ったことを発表し、私の行動はすべて個人的なものであり、バーク家とは無関係だと明言した。かつては利益を求めて私にすがりついていた親戚や友人たちは、今や私の番号をブロックし、すべての縁を切り、私と関係を持つことを恐れていた。私は完全にのけ者になっていた。一方、私はホテルのペントハウススイートでくつろぎながら、テレビに映るヤスミンのインタビューを見ていた。彼女はシンプルな白いドレスを着ていた。顔色は青白く、目は赤く腫れていた。彼女は不当な扱いを受けているが、屈していない優しさと静かな苦悩に満ちた女性のように見えた。どうか皆さん、ジェイデンを攻撃するのはやめてください。彼女はカメラに向かって、感情を押し殺した声で言った。彼は一時の感情で行動したのだと思います。私たちの10年は本物でした。何か誤解があるに違いありません。彼は私のことをとても気にかけてくれているんです。だからこそ、時計に対してあんなにも強く反応したのでしょう。彼が落ち着くのを待ちます。私たちは離婚しません。永遠に一緒です。彼女の演技は完璧だった。彼女は完全に無視で、寛大で献身的な女性として映り、それにより私の正当な反応は、子供じみた大げさなわがままのように見えてしまった。報道陣は彼女の寛大さを称賛し、ソーシャルメディアには称賛の言葉があふれた。私はスクリーンに映る彼女の完璧な姿を見て、声を上げて笑った。彼女の番号をダイヤルすると、すぐに通じた。記者たちが発信者が誰だと気づくと、すべてのマイクをスピーカーに向けた。ジェイデン？ヤスミンの声は希望に満ちていた。やっと電話くれたの。考え直した？結婚式のこと、あなたを責めたりしないから。もう一度やり直そう。考えすぎだよ。私は軽く笑いながら遮った。ただの確認だ。明日午前9時に法廷で会おう。遅れるな。私は電話を切ったが、彼女の鋭い息を飲む声が、回線が切れる前にはっきりと響いた。記者会見は瞬時に大混乱に陥った。怒りの叫び声は耳をつんざくようだった。クズ。野獣。ウォルシュさんがこれほど苦しんでいるのに、なんて非情なんだ。私は電話越しに彼女の壊れた、絶望的な泣き声を聞くことができた。
ジェーデン本当にここまでしなければならないの？私はくすりと笑い、私の声が騒音の中でも届くように言った。もちろん。ただ離婚するだけじゃない。君に与えたすべての財産、株、資金を取り戻す。一銭も残さない。これからはそれぞれの道を行こう。翌日、私は裁判所に到着した。記者たちは血の匂いを嗅ぎつけたサメのように私を取り囲み、すぐに間合いを詰めてきた。バークさん、10年間愛したウォルシュさんと、たった一つの時計のために本当に離婚されるんですか？第4章。あなたにはすでに新しい恋人がいて、時計はただの離婚の口実だという噂がありますが、それは本当ですか？一人の記者が尋ねた。ウォルシュさんをあんな風に公の場で恥ずかしめるのは、あなたの両親に何とも思わないんですか？別の記者が尋ねた。無数のマイクが私の顔のすぐ近くまで差し出された。私の表情は変わらず冷静だった。警備員が道を開ける中、私はまっすぐ裁判所の中へと歩いて行った。ヤスミンはすでに中にいた。彼女は今日、黒い服を着ていた。顔色は血の気が失せ、目尻にはかすかに涙の跡が残っていた。私を見ると、彼女はかすれた声で囁いた。ジェイデン。私は彼女を一別もせずに通り過ぎ、原告席に着いた。審理が始まった。私、ジェイデン・バークは、被告ヤスミン・ウォルシュとの婚姻関係の解消を請求します。私ははっきりと述べた。裁判官が尋ねた。離婚を求める理由は？私が答える前に、ヤスミンが机を叩きつけて叫んだ。私はこの離婚に同意しません。ジェーデン、どうしてなのか教えて。私たち、こんなに愛し合っていたのに。本当に私があの時計を外さなかったからなの？あれは親友の形見なの。もしあなたに何かあったら、あなたのことを思い出に刻むことだってしたはず。どうして分かってくれないの？彼女の必死な献身は、法廷にいた多くの人々の涙を誘った。私はかすかで冷たい笑みを浮かべながら、人々を見渡した。私の返答は完璧に平静だった。はい、すべてその時計のためです。他の要因はありません。私の率直さに、ヤスミンは明らかに動揺していた。本当にそれだけのため？そんなの理由になるか？馬鹿げてる。ソフィアが傍聴席から叫んだ。壊れた時計一つで私の娘の人生をめちゃくちゃにしやがって。このクズ野郎。反対側に座っていた父は怒りで胸を押さえていた。唇を震わせながら私を指さして言った。この恩知らずめ。バーク家の恥さらしだ。法廷は騒然となった。狂ってる。ジェイデンは狂ってる。時計一つで結婚を壊すなんて。ヤスミンもこんな奴を愛するなんて目が節穴だ。クズ。お前は完全なる恥だ。何人かの怒り狂った傍聴者が私に向かって卵や野菜を投げつけた。卵黄が髪から滴り目に入った。私は散々な姿だった。裁判官は眉を潜め、小槌を叩いた。静粛に。バークさん、あなたの離婚理由は不十分で、法的基準を満たしていません。他に証拠はありますか？私はうつむき、スマートフォンを確認した。画面は暗いままだった。まだ時ではなかった。私は首を振り、ありません。と言った。では、証拠不十分のため、原告の離婚請求は棄却します。裁判官が言い、判決を言い渡すために小槌を上げた。待ってください。ちょうど小槌が降りようとした瞬間、私のスマートフォンの画面が点灯した。長い間抱えていた重荷が一瞬で軽くなった。私はスマートフォンを掲げ、
その通知を裁判官と法廷に見せ、冷たい笑みを浮かべた。裁判長、ちょうど証拠が届きました。今、提示してもよろしいでしょうか？しばらくして、法廷の大スクリーンがちらついてついた。映し出された映像を見て、ヤスミンの顔は真っ青になった。彼女はその場に凍りついた。画面に馴染みのある名前と画像が表示された瞬間、彼女にはすべてが理解できた。鋭い悲鳴が彼女の喉からこぼれ、彼女はモニターに飛びつき、叫んだ。いや。消して。今すぐ消して。